どうも、あつしです。今回は相四つの奥襟対策について解説をします。それでは早速始めます。それでは相四つの奥襟対策ということで、奥襟を持たれる前だったりとか、持たれてから、要は組み負けてる状態になってしまうと、自分が技をかけたりとかね、することが大変だったりするので、その奥襟を持たれてからとか持たれる前までの対処法っていうのを紹介します。そもそも奥襟とか後ろ襟、相手のちょうど首の真後ろあたりを握るっていうのが正式には後ろ襟、通称奥襟って言われる握り方。こういうふうに握る人っていうのは、持ってから相手を引きつけると。引きつけることによって自分の体に相手が密着すると、自分の体を動かすと相手がついてくるので、要は投げることがしやすくなるので、引きつける時に奥襟を持つ。あとは相手の頭を下げさせるとか腰を引かせるっていうのにも奥襟を握るとやりやすいので、相手の頭が下がると受ける時にお腹を出すっていうのが難しくなる。奥襟を握っている人が有利になるやり方だ。奥襟を握られる時もそうですけど、なるべく相手の有利にならないようにするっていうのが大事なの。そもそも奥襟を握られないようにするとか、握った時に対処、切るとかっていうことをやらないといけないと。引きつけられるとか頭を下げられないように、まず相手としっかりと向き合った時に頭を上げておく、腰を引いたりしないということ。組まれる時にまずやらないといけないということ。相手との距離をしっかりと取らないといけないので、相手が手の長さとか大体決まってるので、この間合いよりも薄くなってしまうと相手に後ろ襟握りやすくなってしまう。相手が持ってくる時に自分が下がったりすると、必然的に相手は奥襟を取りにくくなると。あとは奥襟を持ちに来ようとした時に逃げるっていうんですかね、腰を引いたりとか頭を下げてしまうと奥襟握りやすくなってしまうので、しっかりと頭を上げておくと握りにくくなるということがまず大事なところ。だから相手が握りに来ようとした時に頭を上げながら下がるとかっていうことがまず大事。下がるっていうか、相手との距離を取りすぎてしまうと、要は逃げてるっていうふうに見られると、今のルールでは反則になってしまいます。相手が奥襟を取ってくるという時には、だいたい上から振りかぶって握ってくる。そういう時には止めてあげる。ある程度距離を取ってて、相手が上から奥襟を取りに来ようとした時には、手と手、前腕と前腕を当てて、ここでグッと止める。相手が襟を持たれないように止めるっていうことが、奥襟を取られないような方法。でそこから相手が奥襟を持ってきたら握り直して袖を握るとかっていう方法をすると。相手と同じ方向の手を出すパターンもあれば、相手の体が近くに寄ってくるので、両手で止めるっていうんですかね。片手で止めることができればいいんだけども、体の対角差とかあった時になかなか止めれない場合っていうのは、肩と腕を止めてあげて、これ以上近寄らせないようにすると。であとはさっきの反対バージョン、こっちからいなすっていうのかな、このまま持ってきた時にこういう感じで下げて握り直すと。相手が握ってこようとした時にこういう下げて持ち直して、でここでしっかりと引き手を絞ることができると握りにくくすることができるので、有利な組み手をすることができると。握る時にも掴んでからグッと握るまでちょっと時間があったりするので、そういう時にこっち側にいなすっていうんですかね、まだ完全に握る前に相手の腕を押しながら体をいなすっていうか押すようにして握りを解くと。奥襟を持ってこようとしたこの瞬間に、要はもう叩くとかって言ったりするんだけど、ガッと来た時にこういう感じで自分の頭を下げながら、ここに相手の腕の通り道を作って相手の腕を押して、こう来たらここで、自分の頭を下げるんだけども、相手の脇がこういうふうに上がるようにっていうんですかね、上がるように切ってあげるっていうか押してあげると切りやすいので、その辺のところも気をつけてやってみてください。相手が奥襟を持った、握ってからの対処法としては、もう切らないといけないので、相手の袖を持って両手で相手の袖を下げながら自分の頭を上げると。この襟に沿ってグッと切らないまでも奥襟じゃないところまでずらすっていうんですかね、っていう方法。両手で袖を握って柔道着のあるところを滑らすというか下にしながら、で自分は頭を上げると。でここから距離を取って余計下げたりとか最後切ったりとかっていうこともできます。握られてから両手で持ってグッと
姿勢を下げながら自分は頭を上げるとっていうような方法が一つ。もう一つ、ものすごく身長差があるっていうんですかね。そうした場合は頭下げられたらここから自分の頭でぐっと押して切るっていう、膝と体を使ってなかなか切れない時っていうのは自分の頭を使ってぐっと持ち上げて切るっていう方法もある。ちょっと難しいかもしれないですし、抜いてしまったらこれ首抜きって反則になってしまうので、やる方法としてはちょっと難しいかもしれないですけど、相手の袖を自分の頭で切ってあげるっていうような方法もある。あとは切る以外にどうしても切れなかった場合っていうのは道着をずらすっていうかね、自分の道着をちょっと緩めるっていうか移動させて相手の後ろ襟をちょっとずらす。この状態から襟をずらして相手の握りをちょっと横に移動させるっていうような方法をなっている時に、こっちを持たれている道着のこっちの道着をずらしながらここでこういうふうに移動させるっていうんですかね。そうすると後ろ襟からちょっと横にずれるので、後ろ襟じゃなくすることができると。この柔道着をうまく使う。自分で柔道着を極端に乱したりするっていうのは反則になってしまうので、そこはうまくやる必要があるんですけど、この柔道着をうまく使って緩めてずらしてあげるっていう方法もあります。こういうような方法っていうのもぜひ試してみてください。で、相四つの時に奥襟を持たれた時、持たれる前の対処法、体重差がある時に、自分よりも大きい相手とやる時に、大きい相手っていうのは奥襟を取ったりとかね、後ろ襟握ってくる傾向があるの。握られたから何かかける技っていうのがあれば、それはそれで一つの方法としてありますけども、頭を下げられて自分が不利な状態になってしまうっていうのだと、そこから勝とうとするっていうのは難しいので、まずはそもそも奥襟を取られないように距離を保つとか腕を押さえるとかねっていうような対処法をする必要があるし、もし持たれた場合もそのまんましてたら負けてしまったり投げられてしまうことがあるので、持たれてから切る方法もあるしずらすっていう方法もあるので、なんとかして相手の有利な組み手からせめて対等になる、不利な状態にならずに、自分の得意な形まで持っていかなくても相手の有利な状態じゃなくするっていうことが大事です。不利な状態から一発逆転を狙うっていう方法もありますけども、まずは不利な状態から普通の状態っていうんですかね、対等な状態というか、その状態まで戻すっていうことが大事です。不利な状態にならないようにこの組み手のテクニックっていうことも練習していただけるといいかなと思います。その辺のところも練習してみてください。今回は相四つの奥襟対策ということで、いくつか奥襟の対処の仕方っていうのを紹介しました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。もう一個ずらすのやってなかった。襟をずらす。ここだけちょっとちょっとごめん、全然気づかなかった。持たれてたらこっちを見えないか動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。